結論から言うと分かりません。レンティーヌはドルフロニの新キャラです。指揮官の戦い方を知っているとかフランクフルトの話をするっていうのがヒントですね。フランクフルトは指揮官がドルフロイチで最後に活動した場所です。今のところ2つの可能性があります。まず1つ目はレンティーヌがグリフィンで一緒に働いていた同僚の指揮官だった説。ドルフロ無印のストーリーは基本的に主人公の指揮官を中心に展開していましたが、グリフィンには他にも指揮官がいますし、漫画版ではオリキャラの指揮官も登場。そしてフランクフルトといえば1のエンディングが関係してきます。以前の動画でも話しましたが、1のラストと2の話はちょっと噛み合っていない部分があります。パラデウスの本拠地が破壊されて残党が最後の作戦を実行。フランクフルトを混乱状態にしてウィリアムが任務を完遂すること。爆撃を受けたフランクフルトで指揮官は全ての人形を動員して被害を最小限に抑えるために救助活動を展開。フランクフルトの英雄と呼ばれるようになります。指揮官はそのまま英雄として生きる道もありましたが、あえて姿を消す決断。それに疑問を持った同僚指揮官がレンティーヌなんじゃないかというのが1つ目の推測。もう1つの可能性はフランクフルトにも関わっていたもう1つの勢力カーター派関連のキャラという説です。カーターについては長くなるので簡単にまとめると、本来は正規軍所属で指揮官を裏切ったことがある人物です。クルーガー社長の拘束を引き起こしたりとメインの敵の一人です。その後ロレンの設立にも反対し正規軍から反乱軍になります。その過程でパラデウスと協力、いろんなことがあって最終的にはフランクフルト空襲を実行。同時にクレムリンも攻撃してクーデターを試みますが失敗し自決します。もしレンティーヌがカーター派の人間ならかつて指揮官と対立した過去があるのかもしれません。後のストーリーが楽しみになるポイントですね。今回のストーリーでは美容家が登場します。クルカイの妹キャラですね。実は前作ではこの2人の関係についてはほとんど描かれていませんでした。姉妹設定の理由はドルフロイチ初期の重機擬人化コンセプトの痕跡で、クルカイが HK416、美容家が HK417 だからです。メインストーリーでは美容家は登場しませんが、コラボイベントや美容家のスキンストーリーでは言及があります。ドレススキンのストーリーで美容家は姉がいることは知っているけどそれが誰かはわからないという状態です。なぜ美容家がクルカイを知らないのかというと、クルカイがグリフィンを去った時にセキュリティのため記憶を消されたからです。パーティー会場でクルカイと出会い一緒にカードゲームをした後、この人形が姉かもと思い始めたところで物語は終わります。バルハラコラボストーリーでは美容家はクルカイが姉であると知った状態で登場。クルカイがグリフィンに復帰した際、指揮官が一部の記憶を戻したという描写もあります。バーで美容家がバーテンダーに姉のことを相談しながら、お姉さんの好きな味の酒を飲みながらもっと仲良くなりたいと決意します。そうやって美容家が去った後、この話を聞いたクルカイが登場。いつも通りの冷たい反応を見せます。その後虚勢を張って強い酒を飲んですぐ潰せりながら終わり。こんな感じで美容家の一方的な思いばかりが描かれていましたが、ドルフロニでは同じチームとして一緒に戦っているようです。今も美容家の片思いっぽいけど前よりちょっと距離が縮まった感じもしますね。プラン B はおそらくミシティの外部バッテリーを使う作戦を指していると思われます。バッテリーを起動するとミシティの性能が大幅に上がります。実はこの話はミシティが G11 だった頃より前から続いているストーリーです。ミシティはもともと民間用のメイド人形でした。
そしてある理由で捨てられてしまいます。経緯は不明ですが、ミシティにはトラウマ的な記憶みたいです。メモリー破損でその記憶を思い出すのもほぼ不可能。捨てられた後、人形拉致集団に襲われて破損。その現場をグリフィンを解雇されてさまよっていたクルカイが発見します。クルカイは弾もなく出力も制限された状態で何もできない状況だったが、デールが依頼した人形拉致集団の調査を遂行中だった。違法人形売り場レナに出会ってミシティを救出しました。クルカイが責任を取ることでミシティに修理射撃モジュール装着を依頼。仲間として入れながら404小隊が結成されます。ちなみにこれはデールが初めて言った戦術人形の改造です。気に入られたミシティには最高級の射撃コアが取り付けられました。ただし射撃コアは最高級だが、マインドコアなど他のモジュールは不良のまま、射撃コアがリソースを食いすぎてミシティがよく寝る原因になります。とはいえよく寝るけど射撃はうまいっていう描写はずっと続いています。戦闘力的にはクルカイよりは劣るけどかなり強いです。その後ミシティはある作戦で自分の力が足りないと判断し、性能向上のためにデールに改造を依頼します。デールは最高級素体とともにリソース消耗に耐えるための大型モバイルバッテリーを追加。そうしたらミシティがすごく元気なる状況が発生します。射撃スコアがクルカイ以上に上がったのはもちろん、性格も明るくなるし声もでかくなるし、掃除も1時間ごとにするし、散歩も行くくらい。クルカイはミシティが高出力のバッテリーのせいで不良パーツがダメージを受けることや、余る出力のせいで過去のトラウマを思い出すのを心配します。クルカイはミシティにバッテリーの分離を進めますが、シュティは404に役立ちたいという理由で拒否します。結局クルカイはミシティに喧嘩を仕掛けて1時間ほど戦った末にギリギリで制圧します。ミシティは過去と決別する決意をし、バッテリーを分離。それを見てデールはバッテリーを小型化し、オン・オフスイッチをつけます。バッテリーが小さくなって余った空間にはエナジードリンクやお菓子、枕などが入るようになります。ドルフロニの時点で追加でどんな改造があったかは分かりませんが、モバイルバッテリーは今も使われているようです。演実天上編ではアンドリスが特製武器を使う際、ミシティの体にケーブルを接続するシーンがあります。記録を見るとバッテリーをもっと小型化したのは分かります。そして少しは素体の耐久性も上がったかもしれません。プラン B はつまりミシティのスイッチを入れてクルカイ以上の出力で戦闘を終わらせる作戦のこと。それがプラン A じゃない理由は、今もミシティの素体に負荷がかかる問題が残っているからかもしれません。